1日半だけでダナンで有名なこれら観光地を全制覇。それぞれの生き方や詳しい工程も紹介しますので、ダナンを効率よく観光したい人はぜひ最後までご覧ください。この日は早朝6時45分から行動開始。なぜこんなに早いかというと、手配したミーソン遺跡へ行く乗り合いのバンの出発が早いからです。なおベトナムでのオプショナルツアーは全てクルックで手配しました。トラブルもありましたが、4回使って4回ともアクティビティを楽しめました。この日は日曜日、見えているドラゴンブリッジが火を吹く日です。夜も楽しみです。クルックで予約したバンとの待ち合わせの場所、アンティカフェに到着。朝食を食べようと思ったらまだ営業前とのこと。別のお店を探しましょう。で見つけたのがこちらのお店。地元の人しかいないのが二重丸。1杯4万ドンの方、あっさりめの味が朝食にぴったり。地元の人とも交流できて楽しかったです。ご飯を食べ終わったら集合場所に着いたよとバンから連絡が。急いで乗り込みます。到着しましたミーソン遺跡。チケットは1人15万ドンでした。10分ほど歩くとカート乗り場が出現。こちらはチケット代に含まれているので追加料金なしで乗れます。遺跡まではまだ遠いのでとても助かります。カートは5分ぐらい。ここから遺跡まではまた徒歩となります。カートを降りてから10分、最初の遺跡です。かなり壊れている印象ですが、ベトナム戦争による爆撃の被害だそうです。しばらく歩くと音楽が聞こえてきました。伝統的な踊りや音楽が楽しめます。先ほどのステージから一番近い場所にミーソン遺跡最大の見どころがあります。壊されてはいるものの、他のエリアに比べると状態の良い建物が続きます。人がいない場所だとゲームや映画の世界に迷い込んだ気分になります。入れんだ。状態が良いので入れる場所もあります。ということで入ってみましょう。中はこのようになっていました。出る際の眺めが異世界、遠くまで来たものだと感じます。ここミーソン遺跡はヒンドゥー教の遺跡。やっぱヒンドゥー教のさ、それだってわかるよね。この辺装飾が細かいです。ここも入ってみましょう。手が加えられ展示スペースになっていました。こちらまた別の遺跡群です。先ほどの場所よりも新しいレンガになっていますが、これは修復されたことを意味します。またここミーソン遺跡は7世紀から13世紀にチャンパ王国によって作られた遺跡なのを分かっているのですが、その他多くはベールに包まれた謎の遺跡だそうです。このように碑文もあるのですが、解読は難しいようです。ミーソン遺跡は広範囲にいくつもの建造物が点在しています。すべてを見るのに駆け足でも1時間、じっくり見たら2時間はかかるでしょう。また観光の注意点などですが、日陰が少ない中を歩くので熱中症には気をつけてください。私たちは37度の中を歩きました。間違いなくダメージは受けるので、帽子や日傘、サングラスに水などしっかり対策をしておきましょう。ベトナム中部の中でも世界遺産に登録されているようなヒンドゥー教の遺跡は他にありません。それもあり、ミーソン遺跡に訪れることでダナン旅行の充実度も上がると思います。日本では見られない景色、非日常的な空間が好きな人はダナン観光の際に訪れてみてはいかがでしょうか。カート乗り場を降りたところで昼食にしましょう。ただここはおすすめしません。味がいまいちなのに加え、出てくるまで45分待ちました。
ご飯が作れる人が少なかったなどの理由もあると思うのですが、ダナンに戻る番の時間もあるので5分で食べなければいけませんでした。こういうところは海外旅行の時間配分って難しいですよね。ギリギリセーフで番に合流、ダナンに戻りましょう。ミーソン遺跡で疲れた私たちはバンの中で寝てしまってました。そして着いたよと降ろされたのがここホイアン。運転手が19時半に集合してねと言ってきました。ホイアンは後日訪れる予定です。また今日はこれから五行山に行く予定が全て崩れてしまいます。バウチャーはダナンに戻る予定になっています。ということで翻訳アプリを使い必死に説明。結果別の車を呼んでもらい無事ダナン方面へ向かいました。水分補給必須。ダナンへ向かう車中、運転手さんに五行山で降ろしてほしいと相談。というのも五行山はホイアンとダナンの間にあるのです。運転手さんも快諾くださり、ホイアンから直接五行山へ行けることになりました。やってきました五行山。五行山はエレベーターで登れます。ということでチケットを買いに。なおチケット売り場は2カ所あります。洞窟とエレベーターとそれぞれ別のチケットとなります。エレベーターに乗りたい人は乗り場の近くにあるチケット売り場に行きましょう。チケットは入場料4万ドン、エレベーター片道 1.5 万ドンでした。係の人にもぎってもらったら各々エレベーターに乗る流れです。エレベーターを降りてすぐサイロイタワーがお出迎え。とても立派な7重の塔です。この日は37度の炎天下、中で人がお昼寝してました。五行山は広大、暑いのでサクサク行きましょう。道中洞窟を発見。入っていくとお釈迦様がいらっしゃいました。さらに奥に行くと天井が開いた空間がありました。本当だ。ここはバントン洞窟というそうです。さらに奥もありますが危険そうなので引き返しました。別の場所へ向かいましょう。ほら冒険してるみたいじゃん。いろいろとすっ飛ばしていますが、ここから五行山のハイライトフィエンコ洞窟に向かいます。ここが五行山の最深部フィエンコ洞窟。このアングルから洞窟内部の前景が見えてくる様子、とてもドキドキしました。普段人が多いと残念に感じてしまうのですが、ここは活気があったり愛されている場所のように感じ、人が多いからこそ魅力的に感じました。天井はベトナム戦争の爆撃により穴が開いています。ミーソン遺跡同様、戦争の爪痕を見ると平和を大切にしなければと強く思います。ダナンに来たならこの空間を見るためだけでも五行山に来る価値があると思います。一番奥まで行ったのでエレベーターで下に戻りましょう。下りも片道 1.5 万ドンでした。ちなみに五行山にはここでまた別途チケットを買って、もう一つチケットを買って入れる場所があります。こちらアンフー洞窟、チケットは2万ドンでした。仏教の地獄を表現しているようで不気味な印象でした。こちらは時間に余裕がなければ入らなくても良いかなと思いました。2万ドン、120円のアイスです。さぞ美味しいことでしょう。ちなみに五行山を紹介した工程で1時間半の観光でした。じっくり見ればもっとかかると思いますが、2時間見ておけば大丈夫だと思います。ということでアイスを食べながらグラブを待ちましょう。ダナンといえば多くの人がビーチリゾートを連想することでしょう。そしてその代表格がここミーケービーチとなります。建物とビーチのコントラストがまさにビーチリゾートであることをうかがわせます。現地の人は皆無、メインは欧米人かなといった印象。私たちは泳いでいませんが、遠浅なのか波も穏やか、海も綺麗でお子さん連れでも楽しめる海だと思いました。
ホテルに戻ってゆっくりした後、夕飯を食べに行きました。訪れたのはこちら429レストラン。 Google 星 4.6 ということで入ってみることにしました。こちら空心菜の炒め物、がっつりニンニクが効いて体に染みます。さっぱりスープでスープ熱々。お店の方、シンプルなお味がこれまたグッド。フォーに飽きたらここのつけフォーがおすすめ。酸っぱ甘辛いタレが最高に美味しかったです。美味しそうじゃん。そして揚げ春巻きもサクサク絶品でした。なんと突然のスコールが。この日は日曜日、21時からドラゴンブリッジでファイヤーショーが行われる予定。私たちも見に行くつもりなのですが、無事に行われるか不安です。生野菜は無理して食べない。ファイヤーショー30分前、無事に雨は上がりました。これならきっと大丈夫でしょう。川の方に向かいます。ちなみにドラゴンブリッジはダナンを南北に流れるハン川の中心に架かる橋です。火を吹く川はこちら側となります。川がある方に到着しました。観光客よりも現地の人の方が多いです。地元の人たちに愛されていることがわかります。係の人が入りました。そろそろでしょう。ということで、このペースが1ターンで合計3ターン火を吹いてくれました。ですので正直途中から飽きてきます。ただしドラゴンブリッジは火だけではありません。見ている観客に向かって水をまき散らします。個人的にはこちらの方がはちゃめちゃな感じがして好きでした。ドラゴンブリッジのショーは毎週土日21時からのようです。ですがイベントなどによってやらない日もあります。現に私たちはダナン初日の土曜日は国際花火大会があってショーはありませんでした。見たい人は必ず事前にショーの開催の予定をチェックしましょう。今日の目的地はバナヒルズ。神の手とも呼ばれるゴールデンブリッジを目指します。クルックで多くのバンは手配済み。集合場所のロッテマート近くで朝食を食べながらバンを待ちます。ちなみにこちら2万ドンのヌードル、法的なものではなくチキンラーメンでした。バンが到着、クルックのバウチャーを提示して乗り込みます。バナヒルズに到着。ただまだ目的地ではありません。目指す神の手は 5km ほど先にあります。ということでそこまでケーブルカーで登ります。実はここバナヒルズはサンワールドという遊園地なのです。そのためケーブルカーと入園チケットのセットで1人90万ドンします。ちなみに私たちはチケット購入に30分待たされました。もしクルックを使うならチケット込みのプランもあるのでそちらを買っておいた方が良いでしょう。こちらケーブルカーに乗る列となります。ちなみにケーブルカーにはとんでもない落とし穴があります。なんと乗るケーブルカーを間違えるとゴールデンブリッジには行けないそうです。係の人に確認したところ、こちらがホイヤーの乗り場なら大丈夫とのことで列に並びました。列に並び始めて30分、ついにケーブルカーに乗車。ここから空の旅が始まります。実はバナヒルズのケーブルカーは片道5キロ強、標高差1300メートル以上と距離高さともに世界記録に認定されているそうです。1人5400円は高すぎなんて思いましたが、世界記録のケーブルカーも込みと考えると妥当かもしれませんね。おっと、ゴールデンブリッジが見えてきました。このアングルの映像はちょっとレアかも。ということで約15分の空の旅でした。ここを出るとついにゴールデンブリッジ。ワクワクです。さあご覧ください。人ケーブルカーの時点で覚悟していましたが、ものすごい数の人です。土日だと混むかなと思いそこを外して月曜日に訪れたのですが、あまり意味はなかったようです。それでも近づくとさすがに迫力があります。すごいすごい。
実際に来てみると人気なのもうなずけます。バナヒルズは観光地になる前から避暑地として人気だったらしく、確かにダナン中心部と比べるととても涼しかったです。橋を渡った先にはこのように両手が映る写真スポットもありました。先ほどとは違うケーブルカーに乗って遊園地っぽいエリアに移動します。ケーブルカーに乗る前に無料ビール券をもらったので一杯いただきます。ビールの恩はご飯で報いる。ビーフとチキンだよ。あ、食べよということでそれぞれ注文。ビーフが15万ドン、チキンが 10.5 万ドンでした。パーク内を散策してみましょう。お城の中です。お城の中はアトラクションや 3D 映画などがありました。こちらはまた別のエリアです。どこかで見たことがあるようなヨーロッパの街並みが再現されています。と思ったら、園内にはこのような立派な寺院があったりと不思議な空間でもありました。ちなみにこちらがサンワールドの前景となります。ゴールデンブリッジは満足でしたが、私たちが普段から遊園地などに行かないこともあり、それ以外は正直楽しめませんでした。自動加熱機器、これはちょっと可愛いと思いました。下に戻りましょう。なおこの発射される瞬間は何気に怖かったです。マッサージ機でゆっくりしたり、コーヒーを飲んでまったりしながら晩の時間まで待ちました。で、歓喜なのに突然のスコール。折りたたみ傘はあったのですが、水が流れていく先がなくて、水が溜まるから足が雨が降るとびしょ濡れになっちゃうよ。靴はびしょ濡れになってしまいました。とにもかくにもバナヒルズ観光はこれにて終了。ダナに戻りましょう。次回予告までのご視聴ありがとうございました。ここまでの内容は楽しんでいただけましたでしょうか。もしよろしければ励みになりますので、チャンネル登録やグッドボタンをいただけると嬉しいです。またこれからダナンに行こうと思っている人も多いと思います。私たちでよければ知っている情報はお伝えしますので、コメント欄からお気軽にご質問ください。またダナンに詳しい人もおすすめスポットやホテル、ご飯屋さんをコメントで教えていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。